こんにちは。コロナ感染しても日々元気に情報発信中、国際不動産エージェント鈴木でございます。いつも動画を見ていただきありがとうございます。私のコロナ自宅隔離期間は今日と明日で終了です。体調もほぼ完璧に戻り、10日以上ぶりにシャバに戻るのが楽しみです。一つだけ決めていることは、私の生まれ故郷、千葉県柏市の名店、麺屋小路に行って、濃厚魚介スープのラーメンを食べることです。コロナから無事生還した自分へのご褒美も兼ねて、奮発して1050円の特製ラーメンにしようかなと思っています。あと、隣町の松戸市にあるベーカリーの名店、ツオップで菓子パン買っていくのも楽しみですね。ただし、私と同じくコロナで自宅療養中の家族は、まだ体調が完璧に戻ってなかったりするので、当面はケアが必要です。柏や松戸周辺は魅力的な飲食店がとても多いです。特に松戸グルメは首都圏ワイドで有名で、先日もグルメ動画を出したほどなんですが、隣の柏でも、例えばボンベイのカレーが食いたいとか、ホワイト餃子が食いたいとか、考えただけでも食欲が爆発してしまいます。でも胃袋は一つしかないので、まずは麺屋工事を優先します。ついでにおせんべいの柏火山焼きとマックスコーヒー缶買ってくるのが基本ですね。松戸柏エリアはグルメだけでなく不動産投資の面でもとても魅力が大きいエリアでして、今回はそのことを動画でお伝えしたいと思います。今、日本国内の中長期視点の不動産投資として初心者にもおすすめしやすいのは、首都圏の国道16号線内側エリアで競争力のある新築あるいは築浅アパートということになります。国道16号線はご存知の通り、東京都心から距離にして約30キロの郊外を環状線に結ぶ長大な道路で、沿線には横浜、町田、八王子、川越、大宮、春日部、柏、千葉など、東京郊外の大規模衛星都市がずらりと並びます。その人口を全部合わせると1000万人を優に超え、日本全体の1割を占める巨大都市圏を形成しています。日本全体の人口が減り続ける昨今ですが、東京都心から16号線までの首都圏ならば底堅く、将来的に大崩れはしないだろう。住宅需要はずっと続くだろうと、多くの投資家や金融機関は考えています。16号沿線地域の地価水準を考えると、戸建て賃貸よりは6から8世帯から賃料の取れる2階建ての木造アパートの方が投資効率が良く、賃貸需要もあるので、多分最適な不動産投資の形かと思います。実際、1都3県全体の人口が横ばいとなっている現時点でも、16号線内側の自治体であれば軒並み人口増加している状況です。今、人口が減っているのは大抵16号外側の自治体になります。16号外側でも例えば神奈川の湘南地域や海老名のように人気地域はいくつかありますが、それ以外は概してパッとしません。要は東京から遠くて不便すぎるんですね。今はテレワークが普及してワーケーションニーズも出てきていますけど、海がすぐそばにあるとか、山の大自然が楽しめるとか、良い学校があるみたいな場所ならともかく、特色のない単なる田舎や郊外では人が呼べません。その点、松戸柏エリアならおおむね16号内側です。今のところ人口増加エリアにも入っています。松戸と柏の間には人口絶賛増加中で全国的にも有名になった新興ベッドタウン流山市もあります。松戸市、流山市、柏市の人口を合わせると110万人以上もいて、この3市だけで千葉市を超える政令指定都市が形成できてしまいます。この巨大人口を抱えるエリアは面白いことに、1番、所得水準が高い、2番、学歴も高い、3番、その割に地価が安いです。まず図を見てみましょう。首都圏の地価分布図ですが、松戸から柏にかけてのエリアは、東京都心からの距離の割に地価水準が比較的安く、工事地価ベースで平米あたり6万円から21万円の範囲内に収まります。
坪単価でいうと20万円から65万円といったところです。柏駅や松戸駅の徒歩券はさすがに高いですが、一駅外すと駅地下でも平気で坪40万、50万円とかで分譲地が買えるので、一般的な収入水準のサラリーマンが戸建てを買えるエリアとなっています。最近の若者は以前ほど戸建て志向ではなく、マンションを買えばいいという人も多いので、南柏とか流山大高の森、柏の葉キャンパス、東松戸の駅徒歩圏は驚くほど大量の分譲マンションで埋め尽くされています。この都心距離で松戸から柏エリアと同等かそれ以上に地価の安いエリアはいくつか存在します。例えば埼玉県内には東武伊勢崎線の草加越谷近辺とか、つくばエクスプレスが通る八潮三郷エリアは松戸柏エリアと同等かやや安いくらいです。あと東武東上線の四季から川越にかけてのエリアもほぼ同等の地価水準です。しかし学歴とか収入面を見ると松戸柏エリアの優秀者が光ります。まず高等教育の卒業者の割合ですが、松戸から柏エリアは 35% から 45% もいて、千葉県下で一番高い部類に入ります。この数字は埼玉県のどこよりも高く、都内山手や多摩地域には及びませんが、横浜市と同等の戦いができるという立派な数字を残しています。地図を見ると松戸柏エリアとほぼ同等の地価であっても、例えば埼玉の草加越谷、八潮三郷あたりは地図上ではほぼ真っ青で低学歴地域ということがわかります。次に所得水準ですが、世帯年収ベースで松戸柏エリアは550万から600万円もあり、東京郊外としては比較的高い部類に入ることがわかると思います。私は15年ほど前に流山市の井崎市長と雑談したことがありますが、その時に彼が語っていたのは、流山市は1人当たりはともかく世帯年収で言えば杉並区とほぼ同等の数字で、これをシティプロモーションに使っていきたいというお話でした。つまり松戸、柏、流山って昔から比較的高所得な地域だったんですよね。高所得で高学歴で住居コストが比較的安いわけですから、物質的な意味での生活水準は首都圏の中でも高い方だと思います。それでいて生活に不便ということはなく、柏駅前の大繁華街もありますし、ロードサイド店は6号沿い、16号沿いとも充実していますし、東京に出なくても日常の買い物は不便がない状況です。私自身は柏の東口10分の戸建てで育ちましたが、柏の街があれば普段使いの買い物からデートまで贈答品の入手まで全て満ち足りておりました。アニメートも柏にあるので、秋葉原や中野に行く必要もなかった。次にいよいよ不動産投資の話になります。なぜ松戸柏エリアが不動産投資に良いのかというと、私は土地付きアパート投資を想定しているからです。アパート投資は一言で言うと、土地を安く買って賃貸住宅を作って単位面積あたりの賃料を高く取るゲームなんです。収益構造を図にすると分かりやすいですが、土地は分母なので安い方がいい。賃貸収益は分子なので高い方が投資効率が良いということになります。その意味で松戸柏エリアは収入が高くて裕福な割に土地値が安いので一般的に好適地と言えます。私は首都圏ワイドでアパート用地仕入れの仕事をしていた人間なので実感するのですが、16号内側で地価の割に安定した賃料が取れるエリアと言われてまず思い浮かぶのは、埼玉県なら大宮よりちょっと北のさいたま市北区や見沼区エリアとか、あるいは東武東上線の富士見から川越周辺などがあります。千葉県側ならやはり松戸柏エリアが地価と賃料のバランスが取れてて良いと思います。では松戸柏の中でどのエリアがアパート投資に適しているかということですが、松戸駅、柏駅から1、2駅外した駅地下でも地価が安い駅、その割に賃貸需要がある駅がおすすめです。工事地価ベースで坪40万円台の駅というのが新築時の賃貸利回りを 7% 以上出すための一つの目安なのですが、例えば松戸から常磐観光線で一駅先の北松戸は坪43万、
あと、新京成電鉄で松戸から2駅先の松戸新田駅は坪38万円と、松戸駅界隈に比べて非常に土地値が安くなっています。どちらの駅も地味ですが、工業団地をはじめ地元雇用がありますし、松戸駅より家賃1万円ぐらい安く住みたい人の賃貸ニーズもあるわけです。一方、柏駅から見て一駅外した駅というと、常磐観光線の北柏駅が坪37万円、東武野田線の豊敷駅が坪35万円、新柏駅が坪37万円と、いずれもリーズナブルな地価水準になっています。北柏駅は厳密に言えば16号線の外側なのですが、巨大物流団地など近隣に雇用があって、地味に賃貸需要があるのでおすすめです。あと、豊敷駅や新柏駅は純粋な住宅地で賃貸需要はあまりないのですが、豊敷駅は柏駅と流山大高の森駅という賃料の高い2駅に挟まれているということ、そして新柏駅の北西側は今絶賛発展中の南柏駅につながるエリアであることが材料として面白いと思います。なお、松戸駅、柏駅以外は基本は小さな駅なので、できれば駅距離は8分以上離れない方が良いと思います。なお、ロードサイドの大型商業施設がすぐそばにあったりすれば、駅距離は15分まで離れても良いと思います。ただし、松戸柏エリアでバス便立地は避けた方がいいです。将来売るときに困ってしまいますので。建物はできればデザイン的に競争力のあるものが望ましいです。普通のアパートはたくさん立ちすぎているので、他と比べて特色のはっきりした、例えば天井高が高くて快適とか、1階でもバルコニー位置が高くてセキュリティが良いとか、床下収納があるみたいな入居者に選ばれる分かりやすい要素を持つ建物が望ましいと思います。私自身は松戸市と柏市で長年賃貸経営をやってきており、管理会社とか修繕業者も多数知り合いがいます。また私の生まれ故郷ですので土地勘もバッチリあります。もしこの地域でアパート購入、賃貸経営に興味があれば、私鈴木までお問い合わせくださいね。連絡先をコメント欄に貼っておきます。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございます。それでは失礼します。さようなら。